脂質制限について、この動画では糖質制限との違い、制限する食材、食べていい食材、調理方法をわかりやすく説明します。まずはじめに、脂質制限ダイエットとは、食べ物に含まれる三大栄養素の糖質、脂質、タンパク質の中で脂質だけを制限するダイエット方法です。脂質は 1g あたりのカロリーが糖質、タンパク質よりも高いです。そのため、脂質を制限することで自然とカロリーも抑制され、ダイエット効果が得られます。特に足の脂肪がなかなか取れずに悩んでいる人は効果が得られやすいと思います。では、糖質制限とどう違うのかを説明します。糖質制限は主に炭水化物を制限しなくてはいけません。しかし、脂質制限では白米などの炭水化物は食べても良いルールです。また、糖質制限ではお肉や魚は気にせず食べられますが、脂質制限では食べるのを避けるお肉や魚があります。そのため、パンや白米などの炭水化物を我慢することがきつい方や、糖質制限で停滞期が来ている方、健康的に痩せたい方にはおすすめなダイエット方法となります。ここまで大まかな方法を説明したので、ここからは制限する食べ物と食べても良い食べ物を詳しく説明していきます。まず、炭水化物についてです。炭水化物は全体的に脂質は低いため、基本的に制限はありません。炭水化物の 100g あたりの脂質は、白米が 0.3g、うどんが 0.4g、中華麺が 0.6g となっており、ほとんど脂質がありません。ただし、パンにおいては、脂質の多いものと低いものがあるので注意が必要です。菓子パンや惣菜パンは脂質が多いのは分かりやすいと思いますが、食パンも脂質が多いパンに含まれます。代わって、脂質の少ないパンはフランスパンです。作る工程で油や乳製品を含まないため、食べたい時はフランスパンにしましょう。ただし、バターなどを塗ると脂質が増えるため、シンプルにオリーブオイルをつけて食べたりしましょう。次に、お肉の脂質について説明します。お肉の脂質は、牛、豚、鶏の順に多くなります。特に、ロース、肩、ももの脂質は多いので避けましょう。牛肉のヒレ、もも、豚肉のヒレ、皮なしの鶏もも、胸、ささみは脂質の少ないお肉となります。100g あたりで比較すると、牛肉のリブロースは 56g、豚バラは 50g の脂質が含まれますが、豚ヒレは約 2g、皮なし鶏胸肉にも約 2g しか脂質はありません。加工されたベーコンやウインナーにも脂質は多く含まれます。お肉は全くダメではありませんが、今のを参考に選ぶようにしましょう。次に野菜についてです。お野菜は基本的に脂質はゼロに近いと思ってください。100g あたりで比較しても、トウモロコシが 1.7g、舞茸が約 4g、枝豆も約 6g です。ただし、アボカドは 100g あたり 17.5g の脂質があり、お野菜の中では群を抜いて多いです。美容面など良い面もある食材ですので、量を調整しながら摂取しましょう。次は卵についてです。卵に含まれるタンパク質は筋肉を作ることなどダイエット中にもぜひ摂取したい食べ物の一つです。卵は黄身と白身がありますが、脂質は黄身にだけ含まれています。その量卵一つあたり 5.2g。脂質制限ダイエットは脂質をゼロにするわけではないので、他のものと調整しながら卵は摂取するようにしましょう。乳製品についてです。大前提として乳製品は脂質は多いと思ってください。100g あたり生クリームなら 40g の脂質が含まれ、チーズは約 30g ほど含まれます。ただ牛乳は低脂肪のものを選ぶと 200ml で 3g 程度まで脂質は下がります。また、
健康のためにヨーグルトを食べている方も多いと思いますし、私も毎朝ヨーグルトにフルーツを乗せて食べていますが、オイコスは脂質がゼロです。乳製品は選び方で脂質が多く変わるので、摂取しないのではなく、パッケージを見ながらお買い物すると良いと思います。続いて、調味料についてです。糖質制限とは違い、ここに制限があるのが脂質制限になります。100g あたり、ラー油は約 100g の脂質、マヨネーズは 74g もの脂質があります。マヨネーズは低脂質のものを選ぶと約 30g まで脂質が減るので、そちらを選ぶか、マヨネーズは使わなくても良いかと思います。ドレッシングには良質な脂肪であるオリーブオイルと塩コショウというシンプルな味付けをしたり、たまに酢を入れて味変して食べてみてください。最後に、脂質制限の中で食べたい低脂質な食材をまとめていきます。お米や中華麺を基本とする炭水化物。肉はヒレやささみ、砂肝や鶏胸肉。また、皮を取って調理しましょう。魚介類は脂質が少ないものが多いです。エビ、キス、アサリなど積極的に摂取したい食材です。料理法には気をつけてくださいね。バター醤油などは脂質が増えてしまうので、こちらもシンプルな味付けにしましょう。お野菜やキノコはほぼ脂質がないと思ってください。アボカドにだけ気をつけていれば良いかと思います。また、味付けはオリーブオイルと塩コショウにするなど工夫しましょう。1日の摂取の目安ですが、摂取カロリー中の 10% から 20% にしたいので、1日で2000カロリー摂取する方は 20g から 40g までに脂質を抑えることを意識してみてください。そして脂肪にも良質なものがあります。オリーブオイルやアボカドは一家不飽和脂肪酸という良質なものです。青魚やエゴマ油も多価不飽和脂肪酸という良質な脂肪です。乳製品やチーズ、黄身、チョコレートは飽和脂肪酸といって避けたい脂肪で、マーガリンもトランス脂肪酸という避けたい脂質となります。このことから揚げ物は避けてノンオイルのドレッシングやグリル、ノンオイルで焼くなど調理方法も工夫しましょう。おやつについてですが、バターなど脂質を多く含む洋菓子を避け、お団子などの和菓子にしてみてください。大福餅には 0.5g しか脂質は含まれません。ただ糖質は多いので、たくさん食べるわけではなく、あくまでおやつを食べるときは和菓子を選ぶという意識をしてみると良いです。いかがだったでしょうか。私が足痩せに成功したのは糖質制限より脂質制限でした。向き不向きは必ずあると思いますので、ご自身の体に合うダイエット方法を見つけていきましょう。そして体重は落とすだけではなく、程よい筋肉もつけることで内臓脂肪が燃えますので、筋トレも忘れず、体重にとらわれすぎず、ストレスにならない程度にダイエットしていきましょう。私のチャンネルでは簡単に痩せれる部分筋トレをショート動画で紹介したり、食事や毎日のストレッチを動画投稿しておりますので、ぜひどちらもご覧いただけたら嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございました。